式とはどういうことです？鬼？最近、姫路にも出没しているあの鬼ですか？今は判断を保留します。我ら姫路衆は、急いで公方様を助けに参りましょう。善助、太兵、差配を頼みます。戦場に到着次第、すぐに動きますよ。主様、連れてきた兵をどうする？では再び鬼狩りに興じようかの。マリも頑張っちゃうの。考えだが決して諦めるな。たとえどのような困難が目の前に立ちふさがったとしても、決して目をそらさず背筋を伸ばして前を向け。
ほう。世の血をすすると？下船で汚れた貴様ならば腹を下すことになるぞ。口が臭いな。いいね、ゲロ。健介、カジュハちゃん大丈夫？お姉ちゃん、ユウさんはなんて？わかった。北門に向かえばいいんだね。よーし、それじゃヤタガラス隊も動くよー。クボー様の危機にさっそうと助けに入る伝説のヤタガラスを旗印にした最下等鉄砲隊。クボー様をちゃんと助けられたらたくさんご褒美がもらえるってお姉ちゃんが言ってるよ。だからみんな張り切っていこう。マリのソーダサモンズが火を吹くの。
押し返したの？引いたのかな？なんだ。ふん。あのような下郎に遅れは取らん。あれでか？一刀のもとに切り捨ててやったが。主様もな。兵法の定石では立て直した後、再度攻撃を開始するということだが、きっとそうなると思うの。いや、それは下策であろうな。シノたちが踏ん張っている以上、マリたちが引いたら一気に均衡が崩れると思うの。うん。自分の命ならば、誰に気兼ねすることもなくかけることができる。気楽でよい。マリも慣れてるから大丈夫なの。ご主人様、敵部隊動き出しました。は、その数総勢800ほど。いえ、自分は偵察を終え次第ご主人様の加勢に加わります。それまではどうかご無事で。ふむ。その表情ではあまり良い知らせとは言えんようだな。でも、やることは変わってないの。そうでしょ、ケンスケ。大丈夫だ。世がおる、マリがおる、そして主様、お主がおる。だからきっと大丈夫だ。
どこからだ。ご主人様、正体不明の集団が乱入し、鬼の横腹に向けて一斉射撃をしたようです。千さん、誠に申し訳なく。ご主人様。むつまじいところすまぬがコナミよ。正体不明の集団とは何ぞや、クオンたちではないのか。は、少なくとも自分が知る指し物ではございません。どのようなもんであった。藤戸右衛門ともう一つ藤戸絵と橘が描かれた指し物がございました。その他にヤタガラスの門をあしらった装束をまとった少人数の鉄砲集団が先ほどの集団の逆方向から発砲したようです。藤戸絵と橘の門は確か播州五着領主小寺家の家紋ですな。双葉様ならば南門の守備がそこそこ安定しているようで、エーリカ殿が護衛を名乗り出てくださいました。で、手が足りないようでしたので、それがしも助勢するべくこちらに来た次第。では手伝え。よい。しかしわからんな。なぜ播州による小寺の者が世の火星に入るのだ。小寺の者というよりも、おそらくは小寺の客家老黒田家の官兵衛殿でしょうな。官兵衛。おお、確か時折世に献上品をくれていたあの官兵衛か。御意にヤタガラスの門というのはきっとカラスたちが助けに来てくれたのでしょう。無口で面妖なわっぱのくせに律儀なやつじゃ。面妖なものや変なものに慕われるのはいつものことではありませんか。言うわ。この木に反撃するの。言うよ。久方ぶりに舞うか。御意。我が小手頭を振るうとなれば曽我の10番切りなどいかがでしょうかな。なるほど、今宵にふさわしい。はーい、ユウさん、ヤタガラス隊到着だよ。へへ、公方様の危機に駆けつけたんだから、お給金は弾んでくれるよね。ねえねえ。スズメか。やれやれ、相変わらずやかましいことで。カラスよ、よく来た。これからも世を守れ。ではヤタガラス隊、公方様の直営についちゃいます。カラスお姉ちゃん、準備はいい？準備は良いようだな。では言うよ。はっ、相方つかまつる。まあ、あのクボーとユウさんはあれでいいんだよ。だってあの二人鬼強だもん。ってわけで我らクボー直属の鉄砲隊鈴木孫一カラス重秀お姉ちゃんと私鈴木孫三郎スズメ重友が率いるヤタガラスの面々も突撃するので失礼しまーす。
そこにおわしまするは織田上総介様がご夫君新田健介様とお見受けいたします。我が名は小寺官兵衛義高、通称雫。播州5着より将軍家並びに織田家の援軍に馳せ参事候。ただいまの鉄砲組の大撃、そして時期を合わせた二条館からの突撃により鬼の隊列は崩れに崩れておりまする。今こそ反撃の好機。おそばに。承知。健介様、お頭。あちらの方は梅さんと黒の2人で何とかなるほどに押し返しておりますので、我ら2人は健介様の補佐を行います。ひひ、何でも命じてくださいね、お頭。して健介様、こちらの方は？お初にお目にかかります。拙者は播州5着の主小寺の家老。ああ、黒田の官兵衛さんですか。いや、今は小寺官兵衛さんと言った方が。なぜ私の名前を？播州に賢人あり、その名は黒田官兵衛という噂をかねがね聞いていたのですよ。しかし将軍家とつながりがあるとは知りませんでした。ご助勢感謝いたします。そういうあなたは？織田上総介が夫である新田健介様。その新田健介様直属の臣、竹中半兵衛重春と申します。以後お見知りおきを。竹中というと、まさかあの今孔明殿？またそれですか。そうでした。では小寺官兵衛殿、我らの鉄砲組と合流していただき、共に鬼を追い詰めましょう。わかりました。すぐにタイをこちらに連れてきます。では後ほど。どうかされましたか？合流ってお頭、あの人たちお兄さんの真っ只中に入っちゃってますよ。お任せください。ですが約束はちゃんと守ってくださいませ。信じています、健介様。お頭、ご武運を。さて、
ヒヨの働きが鍵を握ります。準備を。さっきしのちゃんが言ってた通りにすればいいんだよね。はい。私の合図に合わせて長江組を並べて一気に突き進んでください。鉄砲の強撃に合わせて長江の一撃が入れば多くの鬼をほふることができる。了解。でもお頭たちを巻き込まないかな。気づけば避けてくれるでしょう。そんなので本当に大丈夫なの？大丈夫でしょう。そもそも鬼の真ん中にたった4人で飛び込んで戦おうという怖いもの知らずの方たちなのです。それぐらいはしてのけるでしょう。いいえ、横槍ぐらいは避けてくれないと困ります。まったくあの人は何を考えているのやら。心配だよね、お頭。大丈夫かな。心配なんてしてやりません。さあヒヨ、配置についてください。もうしのちゃんも素直じゃないんだから。ここで出した本音を知られればあの人はもっと暴走しますからね。だから本音は隠しておくのです。ひねくれてるな。なんとでも。それよりヒヨ、しのちゃんに全部任せる。私は精一杯しのちゃんの指示通りに動くようにするよ。ありがとう。私もヒヨのことを信頼しています。だから2人で力を合わせて鬼を退治し、帰ってきたあの人にお説教をして差し上げましょう。危ないことしたらダメでしょってたくさんお説教を聞いてもらわないとね。では参りますよ、ヒヨ。いつでもいいよ、しのちゃん。ほう、この暗闇の中よく当てる。小寺の鉄砲衆もなかなかやるではないか。カラスたちだって負けないもんってお姉ちゃんが激怒してます。いや、間違えた。カラスたちだってすげえもんねってお姉ちゃんがブーブー文句言ってますよ。お主らの腕前は存じておるが、二人ともなぜここにおるのだ？そりゃあ公方様のおそばの方が活躍しがいもありますし、あと砲撃はタイの若いのに練習がてらやらせているから安心してってお姉ちゃんが言ってます。そうですよ、ヤタガラス隊は若いのの集まりですからね。ふわっふわって光ってて、なんだかホタルの光みたいなの。戦場に灯る蛍の光は輝くたびに汚れた魂を浄化する。なんとも詫びた風情がありますな。この状況で引くは下策ぞ、主様。一度敵を押し返してからでないと返す刀で背中を切られるでしょうな。臆病傷はごめん被りたいものです。
その場の勢い？何事も勢いは大事であるからな。でもこうやって4人で戦うの楽しいね、ケイスケ。のんきというわけでもあるまい。主様よ、世には聞こえておるぞ。マリも聞こえてたの。それがしもそれなりには。耳を澄ませてみよ。もっと他にもあるの。もそっと遠くに意識を飛ばしてみるがよい。地をかける虎となり、空を見上げよ山を見よ。夜空をかける竜となり、星に風に聞いてみよ。人の身として天に地に、人の叫びを受け止めよ。そうだ、わかるか？聞こえるだろう？多くの刀を携えて、この日の本で鬼を切る。第六天魔が波順となりし、己の力の足音が。あれはやっと来てくれた。武士の衣をかなぐり捨てて鬼と変じた土下道どもが一体誰に触れようとしているのだ、三好衆。そやつは我の夫であるぞ。貴様ら下道の小汚い手で我の夫に触れること、我は許した覚えなし。かかり柴田よ、鬼五郎座よ、おう。攻めの三座よ、槍の肥やしゃよ、おう。我が頼もしきホロ衆どもよ、蹂躙せよ。行くぞ草抜き。おうよ母。織田の家中が一番やりは悪名高き森か。逆らう輩の返り血浴びて槍を朱色に飾りたてん。喧嘩上等鬼上等森か腐れ三好に目に物見せてやんぞ。ひゃっはー、皆殺